皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の11月の4日、月曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の10時25分ということで、1時間25分ぐらい遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、安倍自公ファシスト政権が憲法違反、法律違反を犯して、戦闘的、労働組合、関西生コン支部の殲滅解体攻撃をする本質とは何かというのが今日のメインテーマです。私は、先週の金曜日、6時半からですね、神保町にある日本教育会館というところの会議室で行われた関西生コン、攻撃粉砕の東京集会というのに参加して、ツイキャスで、ライブ中継したんですね。で、この日本のおそらく最も戦闘的な本来の意味の戦闘的な労働組合の数少ない、一つの組合である関西生コン、支部という組合に対してですね、もう1年前からですね、ありとあらゆる権力を総動員して安倍晋三内閣は検察警察検察で裁判所を使ってですね、ものすごい未曾有の弾圧を繰り返しているということで、総勢延べ87名が逮捕され70名が起訴されるというとんでもないことが起こってるんですね。でそのことがほとんどの国民は知らないと。で、知っていてもですね、いわゆるネトウヨの宣伝、そして、御用新聞、ファシスト御用新聞である産経とか読売とか、あるいはそのテレビ媒体である、フジテレビとか日本テレビとか、あるいはゴシップ記事満載の週刊実話とかですね、そういうものが警察検察との情報を垂れ流すということで、知ってる人は関西生コンっていうのは労働組合の体裁を取ってるけど、実は利権生コン利権を暴力的に支配する、暴力団なんだと、反社会勢力なんだというような、ことで徹底的に弾圧されてるんですね。で、舘健一という、77歳のものすごい、人格者ですよね。この組合をゼロから立ち上げた会長が去年の8月からいくつものでっち上げ容疑で何回も逮捕され、何回も起訴されていまだ釈放されないということで、もう1年以上ですね、1年と3ヶ月15ヶ月、いわゆる、裁判を受けない実刑判決を受けているようなもんですよね。日本独特ですね、このようないわゆる長期拘留、裁判が行われない状態で、未決の状態で、実刑判決を受けたように長期拘留されるというのは、まさに日本の刑事司法の最大の汚点ですよね。そういうことで、今日はそのような関西生コンに対する未曾有の弾圧ということですね。
香港と変わらない、まさにそうですよ。で香港の場合は香港警察あるいは背後にいる中国による弾圧が全世界に、報道されるんですけど、関西生コンの場合は報道一切されないと。朝日新聞、毎日新聞、東京新聞等々の、比較的かっこつきリベラル派の新聞は一切無視していると。報道しないと。で報道するのは産経とか読売とかあるいは週刊実話とかいう警察からの情報を一方的に垂れ流すということで、関西生コンに対するものすごい偏見ですね、嘘の情報に基づいた偏見が広まっちゃってるということでしょうね。ということで今日月曜日の放送を始めますけど、最初の、最新のお知らせは先週の木曜日ですね、のワイワイニュースライブで放送しましたメインテーマ、この間のメインテーマ、革命的市民による日本革命の基本政策を以下のように整理しましたということで、このように、YouTube 向けの表紙を作ってくれたんですね。確かに整理してるんですね。ワイワイニュースライブ、革命的市民による日本革命の基本政策整理しましたということで、現時点での視聴者数はツイキャスが299名、YouTube が895で全部で1194名様ということですね。それから先週の金曜日11月1日に午後6時半より東京神保町の日本教育会館にて開催された 11.1 関西生コン組合弾圧粉砕東京集会のライブ録画ということで、ぜひ広く情報拡散していただきたいということなんですね。でこれがYouTube 向けの3つに一応分かれちゃったんですね。1と2と3ということで、これの表紙です。なかなか迫力のある表紙ですね。そして、現時点での視聴者数はツイキャスが642名様、それから YouTube が285ですから927と。当日の集会の参加者はおそらく150名ぐらいだと思うんですね。ですからその1000名として、6倍7倍の人がこの YouTube とツイキャスで、視聴しているということですよね。ということです。そして今日の画像ですね。今日の画像は4枚あるんですね。で1枚目の画像っていうのはこれなかなかいい記事なんですけど、東京新聞の今日付の記事なんですけど、数学者が導き出した日本国憲法の定理、これは東京新聞の記事ですね。憲法から定理を導けと、回答9条は改正不可、前広島市長数学者秋葉忠俊さんの証明ということで、秋葉さんというのが数学者だったんだ。彼がいわゆる数学者の立場から客観的に日本国憲法の定理を導いて、そこから結論を出したんですね。で、これがですね、その記事に載ってる細長いんで2つに分けたんですけど、で上の方はですね、これは何だ、憲法を読むためのルールということで、これ単語の意味を文字通りに解釈すると。そうなんですよ。単語の意味を文字通りに解釈する必要なんですよね。いわゆる偉い憲法学者がああだこうだという解説をする必要ないんですよね。直接日本国憲法の条文規定文を読めばいいんですよね。そしてその単語の意味を
文字通り解釈すると。から一つの単語フレーズでは同じ意味を持つと仮定すると。それから書かれてないことを他の文献に依存しないと。まさにこれ鋭いですよね。要するに日本国憲法の一般的に、通説として流れていることは書かれてないことを、例えば、三権分立なんていうのはどこにも書かれてないんですけど、高校中学の教科書には日本は三権分立の原則が徹底しているとかね、大嘘が使われてるんですね。だからこの秋葉さんのいわゆる基本ルールっていうのは非常に正しいんですよ。そして次に第1条、9条、11条、12条、この4つの条文ですよね。で、第1条、天皇は日本国の象徴であり、日本国民、統合の象徴、日本国民統合の象徴であって、その地位は主権の存する日本国民の総意に基づくと。この総意に基づくっていうのが赤くなってるんですね。から憲法第9条1、日本国民は略国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄すると。永久というのは赤になってるんですね。から第11条略この憲法が国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利、永久というところが赤くなってるんですね。として、現在および将来の国民に与えられると。から第12条、この憲法が国民に保障する自由および権利は国民の不断の努力、不断のが赤くなってるんですね。努力によって、これを保持しなければならないということですね。そして最後定理なんですね。絶対的な表現がある条項計8つ、条記の4つに加え13条97条などは憲法改正の手続きを定めた96条の対象にならず改正は不可と。数学者がこういうふうに導き出してるんですね。これは全くいわゆる従来の憲法学者の発想とは全く違う発想なんで、どっちかというと私の発想と同じなんですよ。要するにこの日本国憲法の一つ一つの条文のその文言をそのまま解釈すると。だから偉い人の憲法学者がああ言ったこう言ったあるいは解釈はこうだという説明は一切いらないですよね。この条文だけを見ればいいんですよね。ということでなかなか鋭い、記事でしたね。これはね。これが1と2です。そして3番目がこれリテラの今日の記事で取り上げますけど、デーマ新聞産経がですね、首里城火災陸上自衛隊ヘリ投入できず沖縄県独自機導入を模索中というあたかも、沖縄県の責任で自衛隊のヘリ消火ヘリを要請しなかったためにこのように全焼したんだというまさに、ね、でっち上げですよね。嘘情報を堂々と産経新聞は流してるんですね。で、この記事によるとどこがデマかっていうと、この陸上自衛隊のヘリ火災向けのヘリっていうのは大量の何十トンの水を
上空から落下させるんで、消火はできるんだけど、ものすごい水力の圧力で下にいたら人を殺すわけですよね。あるいは甚大な被害を与えるから、ヘリコプターによる消火活動っていうのは山火事等々の人がいないところでの消火活動にしか使われないということなんですよ。だから陸上自衛隊のヘリを要請しなかったってことが沖縄県のあたかも過失のようにこう言ってるんですけど、もともと合わないんですよね。そしておまけに、沖縄県は独自の機を導入を模索中だったから陸上自衛隊に要請しなかったんだという全くの大嘘をついてるんですね。騙されちゃいけないよと。だから産経なんていうのはもうこんなのはあれですよ、倒産すればいいんですよ。倒産寸前ですからね。世界統一協会ですよこれ。統一協会の資金でどうにかやってんでしょ。デマ新聞ですよね。から4つ目が私が昨日おとといかな見てきたイランの映画「少女は夜明けに夢を見る」というイランの映画って非常に珍しいんですよね。これはイランの少女たちが収容されている更生施設の中で暮らしている16歳とか17歳とか18歳の少女たちの日常をずっとドキュメンタリーで撮ったんですね。でほとんどの少女たちは家庭が貧困で、仕方なく犯罪に手を染めたと、物を取った、あるいは車を盗んだと、あるいは暴力を振るってとうとうと、それと家庭がですね貧困のためにもう崩壊しちゃってるということで、父親がいわゆる麻薬中毒になっていると。そして母親も、うつ病になって、抗うつ剤の薬を飲まざるを得ないということで、家族関係が崩壊してるんでさらに、父親あるいはおじさんという、親類の男がこの少女たちをセクハラをするわけですよね。で、そのことを母親に打ち明けても母親は信じてくれないということですよね。で結局彼女たちは家を出るわけですよね。と家を出ると結局働く術もないですから犯罪特に盗みをして、食っていかなくちゃいけないということで彼女たちは捕まってですねこういうふうな更生施設に入れられているということなんですね。だからここまであれですねイランのいわゆる現実ですね現状どういうふうな少女たちの暮らしぶりあるいは家族家庭あるいは経済状態あるいは麻薬がものすごく氾濫しちゃってるみたいですね。で家庭が崩壊している家庭が多いと。そしてさらにこの更生施設にもイスラム教のラビーみたいなのが定期的に来て偉そうに教えをイスラム教の祈りを少女たちにさせるんですけど、でもこの映画の中で出てきますけど少女たちはイスラム教の教えがなぜ、例えば女性が母親を殺した場合父親を殺した場合死刑になるけど母親を殺した場合は死刑にならないとかですね、なんで男女の差があるのかということをこの司祭に直接訴えるんですけど結局この司祭っていうのはイスラムの教えは社会が平静であることなんだということでピシャッとそこで
議論を終わらせるという、だからまあ宗教支配の国イランが結局物事の解決ができないでそのまま問題がますます深刻化するということの最大の原因はやはり宗教支配だろうというのがこのドキュメンタリーでよくわかるんですね。だからよくイラン政府はこういうドキュメンタリー映画を撮らせてそのまま公開させたなというふうに思いますけどね。ということです。皆さんからのですね、砂月さん 3K、暗い汚い濃いと、この 3K って何なんですかね。K さん、秋葉市長は広島市長として平和シンポジウムを開催してアメリカからグローバルネットワークのリーダーである方をお呼びしていましたと。東京で、お会いした人ですということで、会ったことあるんですかね。砂月さん、コンティニューコイン2枚ですね。から砂月さん、いつものあれですね、初めてご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一行一言コメントが手段嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同なるツイッター連携で拡散共有をお願いしますということですね。から香港と変わらない関西生コンダンスと。から砂月さん、今日のメインテーマですね、リツイートしてきました。初耳さん、いつもたくさんのコンティニューコインありがとうございます。1、2、3、4、5、6枚ですね。配信ありがとうございます。から初耳さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。この第24回根っこ勉強会、これなぜかあれですよね、くっついていくんですよね。から K さん、コンティニューコインで、今日の放送の前のコメントですね。砂月さん、5.15 事件と天皇責任という本沢次郎の日本の風景3横86から砂月さん、田中隆作ジャーナルナチスの諸行拘束者の手に番号普通選挙を求め戦う香港人ということですね。田中隆作さんは資金不足で帰らざるを得なかったということで今資金を集めてますよね。から砂月さん、ベイルートは燃えてると、エリートに対する反乱が始まったと、マスコミに載らない海外記事と。それから砂月さん、武器国際見本市は中止へと、武器をさらばと、アートフェスから砂月さん、アメリカ帝国主義の本当の顔を見せた最近のトランプ中東戦略、マスコミに載らない海外記事ということですね。ということで、今までのところをアップしますね。先週の木曜日のメインテーマ、この間の革命的市民による日本革命の基本政策というのを整理しましたということで、それで、今日現時点での視聴者数ですけど、合わせて約1200名ぐらいですね。それから先週の金曜日、東京で行われた関西生コン組合への猛烈な弾圧を粉砕しようという東京集会の模様をライブ中継しましたということで、最初クレームもらったんですけどね、実行委員会のある人から要するに集会の中で主催者、実行委員会の主催者の方から西山さんの発言最初あったんですけど、彼はあれですよ、
関西生コン支部の葬儀対策部長の、常勤の執行委員なんですけど、彼が2回か3回の逮捕で、300日間勾留されたんですね。そして保釈金が700万ですって。もう完全に壊滅させるということが見え見えですよね。700万ですよ。そして武委員長と副委員長がもう1年2ヶ月以上勾留されているということで、全部で延べ87名逮捕者、その中でほとんどが起訴されていると、70名ぐらい起訴されて、保釈金がものすごい金額なんですね。おそらく1億ぐらいになってるんじゃないですか。これはもう完全に組合資金を枯渇させると。で、主要な組合員を逮捕して活動させないという、もう安倍晋三自公ファシスト内閣そのものの本性をむき出しにしたあれですね、弾圧ですね。凄まじいですよ。そして、このライブ中継の録画は現時点で、珍しくはですね、ツイキャスの方が多いんですね。なぜかYouTube の方が視聴者数少ないんですね。285っていうのは、おそらく関西生コンは反社会勢力、暴力団だと、利権集団だという、ネトウヨ、あるいは産経とか読売の警察情報垂れ流しが YouTube を見てる人の方に行き渡ってるから、関西生コンに対する偏見がそのままあるから、小さい、視聴者数が伸びないんでしょうね、これはね。でも逆なんですよね。こういうネットでの情報拡散が今こそ必要なんですよね。だって大手マスコミほとんどが報道しないと。報道しても反社会勢力、生コン、カンナマは反社会勢力、暴力団だというような電話情報が一方的に流されてるんで、それを信じてる人が結構いるということに対して、やはり我々が持ってる最強の武器っていうのはこれなんですよね。ネットなんですよね。だから、ね、写真、動画撮影はご遠慮くださいなんて最初バカなこと言ってて、そうじゃないでしょって言って、西山さん本人の承諾を得て、そして主催者の承諾を得て、私はあえてこういうふうにやってるんですよね。そしてなんだ、今日の画像ですね。これなかなか数学者だから、本当日本の憲法学者っていうのは良心的な人はいるかもしらんけど、業界なんですよね。業界人なんですよ。だから新聞記者の記者クラブ制度と同じように、学会、憲法学会、憲法学者の業界人になると、結局一般的な通説を批判して、批判する主張がほとんどできなくなっちゃうということですよね。バックにはナショナルセンターがついていればそこまで。ナショナルセンターっていうのは連合、あるいは連合なんか全然あれですからね、向こう側ですからね。あるいは共産党系の全労連は、共産党っていうのはカンナマに対しては全然、共闘しないでしょう。だからナショナルセンターっていうのは全然あれですよ、戦いのセンターにならないんですよ。からデマ新聞、
産経。よくあんな新聞が交渉150万部全国紙、ふざけんなという感じですよね。誰が買うのかと。そして、このポスターですね。少女は夜明けに夢を見るという映画ですね。この映画どこだっけ、岩波ホールでやってるんですね。今月いっぱいぐらいやるんじゃないですか。なかなかいい映画なんで、機会があればぜひ見てください。これが旧総評ね。そうですよね。総評があったなら違うでしょうね。社会党があって総評があって、これは長曽根によって解体されちゃったんですね。ということです。で、今日の座右の銘、これはこのドイツルター派牧師であり反ナチス行動で知られるマルチン・ニーベラーの人、これを取り上げたんですね。彼らが最初共産主義者を攻撃した時と。だから結局ナチスが共産主義者を攻撃したんですね。個別にやるんですよね。で、一番いわゆる国民が支持しないような勢力、いわゆる共産主義者とか社会主義者とかそのものを個別に攻撃するんですよね。そうすると一般国民は私は共産主義者じゃないと、社会主義者じゃないと、彼らは独特の主張をしている、少数派だということで誰も共感を得ないということから、このニーメラーも私は共産主義者じゃないから、何もしなかったという詩なんですね、これね。ナチ党が共産主義者を攻撃した時、私は自分が多少不安だったが共産主義者でなかったから何もしなかったと。だから今関西生コンに対する攻撃っていうのは、関西生コンは、いわゆる労働組合を偽装した反社会勢力、暴力団なんだと。生コン利権を暴力的に支配している暴力団だというデマ情報をですね、流すわけですね。そうすると関西生コンが逮捕されの組合員とか会長が逮捕されたということに対して、誰も異議を申し立てないような雰囲気を作っているということなんですね。で、次にナチ党は社会主義者を攻撃したと。私は前よりも不安だったが社会主義者でなかったから何もしなかったと。敵は個別に攻撃するんですね。分断しながら。で、次いでナチ党が学校、それから新聞、ユダヤ人等々が攻撃された。私はずっと不安だったがまだ何もしなかったと。だから他人事だと思ってたんですね。まさに今の安倍によるファシスト攻撃そのものですよね。ナチ党はついに教会を攻撃したと。私は牧師だったから行動した。しかしそれは遅すぎたと。そうなんです。遅いんですよ、行動しないと。K さん、10年以上前ケムトレイルを追求してた立場としてグローバルネットワークの方の講演を東京で聞きましたと。宇宙を軍事的に利用するの反対する運動をしている方が見えましたと。光市長さんではありません、東京で会った方ということですか。
グローバルネットワークっていうのは今でもあるんですかね。というのが今日の座右の銘ですね。まさに我々が今こういう状況に置かれていると。だからドイツ国民の良識派っていうのは結局最後の最後自分たちのところに攻撃が来た時初めて立ち上がったんだったらそれはもう遅いよということなんですよね。ということです。で今日の注目情報はさっき秋葉さん数学者だったんですね。知らなかったですね。前広島市長この秋葉忠俊さんが証明したんですね。数学者として憲法から定理を解けということで、定理はこれなんですね。絶対的な表現がある条項計8つあるということで、上記の4つに加え第13条97条などは憲法改正の手続きを定めた96条の対象にならず改正は不可ということで、だから来たるべき我々が作る市民、日本国市民憲法の中にはドイツの憲法にあるように、永久条項っていうのを設けるべきなんですね。永久条項っていうのはいわゆる憲法改正できないと不可なんですよ。で秋葉さんはそういう憲法条項がなくても絶対的な意味があると、絶対的な表現がある条項が全部で8つあるということで、ここにあるのが1条9条11条12条、それに13条97条。13条って何なんだろう。13条個人の尊重と公共の福祉、すべての国民は個人として尊重されると、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると。絶対的な言葉っていうのは最大の尊重でしょうね。それから97条97条、基本的人権の本質。この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し犯すことのできない永久の権利として信託する。だから永久の権利、ここが絶対的なことなのね。56、あと2つは何なんだろう。ちょっとこれ、重要なんでちょっと探さないといけないですよね。13条97条だから第1条と第9条と11条と12と13と97と、ちょっとこれ調べましょう。あと2つ、絶対的な表現なんですね。これを探せということですね。なかなか鋭い指摘ですよね。ということです。今日の注目情報ですね。これはアップしましたっけ。やってないんだ。これ URL 書きますんで、ぜひ記事をお読みください。11月3日っていうのは日本国憲法が公布された日なんですね。そして、施行されたのが翌年の5月3日と1947年と、そういうことなんですね。だからこういう関連記事が出たんでしょうね。
て、今日の推薦本ですね。推奨本の朗読です。これ金曜日、木曜日、これ忘れちゃったんで、東京からの放送では読めなかったんですね。で、今日は44回目ですね。朗読。第4章。家族とお金を守るために私が学んだ9つの成功法則ということで、今日のところはお金のことを気にするなというところですね。読みますね。人々が情熱を持てない仕事を続ける大きな原因は、好きなことばかりしていてはお金にならないという思い込みにあると。しかしあなたが好きな仕事を選び、きちんと仕事ができるのであれば、やがてお金は手元に入ってくることを私が保証すると。あなたが適切な場所にいるならば、お金は必ずあなたを見つけるだろうと。お金は後からついてくるものだと。私の報酬で自分がやりたい仕事をするのか、5の報酬で自分がやりたい仕事をするのか、10の報酬でやりたくない仕事をするのか、そうした選択肢があれば迷うことなく5の仕事を選ぶことを勧めると。仕事を選ぶとき、私ならサラリーを気にしないと。休職するときにサラリーがいくらかを気にしていると、大切なことを見失ってしまうし、やりたくもない仕事を毎日続けるという耐え難い現実を受け入れなくてはならなくなると。それにお金が十分入ってこない時があったとしても、情熱を燃やすことができれば、それは幸せなことではないだろうかと。私もたとえお金をもらわなくたって、歴史や世界中の出来事を調べることに情熱を燃やし続けたと思うと。あなたの周りにそういう人はいないだろうかと。経済的にはあまり成功していないが、幸せで人生に満足している人が、彼らはお金には変えられない喜びを得ているのだと。情熱を見つけ、情熱のままに働くことができれば、毎日起きてから寝るまで幸せな時間を過ごし、楽しみながら成功に近づくことができると。それは素晴らしい人生を歩むためには最も大切なことだと。お金などに目もくれず情熱に従って行動していると、周りからは変わり者と思われるかもしれないと。そのことが気になって行動に移せない人もいるだろうが、人から何と言われてもいいではないかと。私は娘たちには変わり者になってもらいたいと常々思っていると。既成概念にとらわれず、自分の頭で考える変わり者こそが世の中に良い変化を起こすからだと。スティーブ・ジョブスなど世界に変革を起こし大成功を収めてきた変わり者は過去にいくらでも存在したし、今も多くの変わり者が世界に変革をもたらしている。周りからバカじゃないかと言われるのはとてもいいことだと考えようと。私はバカですよと答えておけばいいのだと。そうすればバカなことだと思っても誰も目を向けない場所から成功をつかみ取ることができるだろうと。なかなかいいこと言ってますよね。情熱だと。情熱があって自分のやりたいことをやってれば、お金は後からついてくると。お金があなたを見つけてくるよということですね。で、明日読むところが、子供の情熱を尊重せよと。子供の情熱も尊重せよというところですね。ということです。現在時間が44分30秒ですね。早いですね。視聴されている方が同時期で25名様、全体76名様、コメントが24件ということですね。現在日本時間で11時の9分ですね。ということで、今日のメインテーマです。安倍晋三自公ファシスト政権が憲法違反、法律違反を犯して戦闘的労働組合関西生コン支部の殲滅解体攻撃をする本質とは何かと。4つの本質があるということなんですね。第一の本質は、安倍晋三内閣内閣調査局内庁って言うんですね。と警察検察が日本国憲法第28条
が勤労者に保障している勤労者の団結権、団体交渉権、その他団体行動権を完全に否定して、ストライキを威力業務妨害に、団体交渉を脅迫強要の刑事犯罪容疑にでっち上げて、今まで延べ87人もの組合を逮捕し、70人以上を起訴している点であると。で、日本国憲法第28条はどういうふうに言ってるかというと、勤労者の団結する権利及び団体交渉、その他の団体行動をする権利はこれを保障すると。だこれを真っ向から全面否定してるんですね。安倍自公ファシスト政権と警察、検察ですなわち安倍晋三内閣と警察、検察は関西生コン支部を憲法も法律も一切適用する必要のない反社会的勢力、暴力団と規定して、従来の警備公安課ではなくて暴力団対策の組織犯罪対策課にやらせてると。特に滋賀県警なんかそうなんですね。で、第二の本質は生コン企業組合の会長以下のヤクザまがいの執行部幹部が安倍晋三内閣と警察検察と一体となって関西生コン支部の殲滅解体攻撃の中心部隊になっているということなんですね。だから組合と対峙する企業側の会長以下の幹部がまさにヤクザなんですよ。これビデオなんか見てると本当ヤクザそのものですよね。だからここまで、ヤクザの本質をむき出しにして組合潰しに教本している経営者っていうのは今までなかったですよね。第三の本質は安倍晋三内閣と電通と警察検察が産経新聞、フジテレビ、読売新聞、日本テレビ、週刊実話などの御用マスコミに関西生コン支部は組合を偽装した反社会勢力の暴力団だとの嘘情報を垂れ流させる一方、その他のマスコミには報道管制を敷いて一切報道させないでいるということなんだ。世論操作を徹底させているということなんですね。で、第4の本質は、安倍晋三内閣と警察検察が日本版ナチ党、国家社会主義日本労働者党っていうのを瀬戸宏之っていうファシスト、極右ファシストが名乗ってるんですけど、これを突撃隊長にして組合潰しの最前線に使ってるんですね。そして自民党ネット局と電通がネトウヨを電通が組織するネトウヨをその宣伝部隊として、ネット SNS で使って、偽情報を拡散しているという本質があるんですね。で、安倍晋三内閣と警察検察による戦闘的労働組合の関西生コンの殲滅解体攻撃の目的とはそれじゃ一体何なのかと。それは彼らの悲願である憲法改正イコール憲法破壊策動に反対する全ての民主勢力に対する総攻撃なんですね。だからさっき言った詩ですよね。ニーラン・メーラーだっけ、プロテスタント系のマルチン・ニーメラーだマルチン・ニーメラーの世界ですよこれ。だから今は関西生コン支部に対する総攻撃やってますけど、その次に、安倍自公ファシスト政権が狙う憲法改正という名の憲法破壊に反対する勢力に次に対象が設けられるということなんですね。目的とは
要するに民主勢力に対する総攻撃をすると。それは日本国憲法が国民に保障する労働組合運動の自由、民主主義、主権在民、反戦平和、個人の自由と基本的人権の保障、隣国との平和共存などの基本理念を完全に否定して戦前の大日本帝国憲法と大日本帝国を復活すると。それが彼らの目的なんですよね。で我々はこのことを見抜いて総力を結集して彼らの攻撃を粉砕すると。そして安倍自公ファシスト政権を打倒して市民革命政権を早急に日本に樹立しなくちゃいけないんだと。こういう結論なんですよね。で関連記事として、1年前ですよね、2018年12月15日付のブログ記事で、あなたは戦闘的労働組合連帯関西生コン支部に対し警察、検察、裁判所、マスコミと大阪生コン協同組合日本版ナチ党が一体となって大弾圧していることを知ってますかと。1年前の記事ですね。これを関連記事として添付したというのが今日のメインテーマです。ということで、今日の推奨本のところを読んだところのポイントだけでもアップしますね。これはこれですね。そして今日のメインテーマ、未曾有の大弾圧の本質とは一体何かと。これは彼らの悲願である憲法改正、日本国憲法破壊策動に反対する戦闘的組合をまず叩き潰すということなんですね。第一の本質は勤労者の憲法第28条が保障している完全に否定すると。全面否定すると。完全に否定すると。そしてストライキを威力業務妨害と。団体交渉を脅迫の刑事犯罪容疑にでっち上げて、今まで延べ87名、70名以上を起訴するという前代未聞の大弾圧を強行してきてるんですね。で日本国憲法第28条、勤労者の団結する権利および団体交渉その他団体行動をする権利はこれを保障すると。これを真っ向から安倍晋三は否定してですね。ですなわち安倍晋三内閣と警察検察は関西生コン支部を憲法も法律も一切適用する必要がないという反社会的暴力団と規定して、従来の警備公安ではなくて暴力団対策の組織犯罪対策課に担当させているということなんですね。組織犯罪対策課にやらせていると。滋賀県警がひどいみたいですね。
で第2の本質はこの企業側ですよ。生コン企業組合の会長以下のヤクザまがいの執行部幹部が安倍政権と検察警察と一体となって前線で総攻撃解体攻撃の最前線に公然と出てきてるんですね。こんなことありえないですよね。で第3の本質、これは安倍内閣と警察検察電通が産経富士、読売日本テレビ、週刊実話などの御用マスコミを使って関西生コン支部は組合を偽装した反社会勢力暴力団だとの偽情報を垂れ流す。一方では垂れ流させ、他方では他のメディアは一切報道させないという報道規制してるんですね。その他のマスコミは報道規制を敷いて一切報道させないと。だから国民はほとんど知らないんだけど、知ってる人は関西生コンっていうのは犯罪者集団でしょうと、暴力団でしょうと、こういうふうな信じ込んじゃってるんですね。で第4の本質は安倍内閣と警察が日本ナチ党国家社会主義日本労働者党の瀬戸宏之を行動隊長にして組合潰しの最前線に使い、自民党ネット局と電通が組織するネトウヨをその宣伝部隊として使っている。ということですね。そしてそれじゃあ安倍晋三内閣と検察警察による戦闘的労働組合関西生コン支部の殲滅解体攻撃の目的とは何かと。それは彼らの悲願である憲法改正イコール憲法破壊策動に反対する全ての民主勢力に対する総攻撃が始まってんだということなんですね。でそれは日本国憲法が国民に保障する労働組合運動の自由、民主主義、主権在民、反戦平和、個人の自由と基本的権利の保障、隣国との平和共存などの基本理念を全面否定すると。国民にはそんなものいらねえよと公然と言ってるんですよね。そして、戦前の大日本帝国憲法を復活させると、大日本帝国を復活させることと、彼らの目的はそこなんですよね。で我々はこのことを見抜いて総力を結集して彼らの攻撃を粉砕し、安倍自公ファシスト政権を打倒して市民革命政権を早急に樹立しなければならないんだと、そういうことなんですね。単に攻撃を粉砕するだけじゃダメなんですよ。徹底的に自公ファシスト政権を打倒して我々自身の政権、市民革命政権を早急に、樹立するというところまでいかないといけない。で関連記事、これが1年前の私が1年以上前ですね
1年前か書いた「あなたは攻撃を知ってますか?」という URL。ということで、今日のメインテーマはそういうことですね。現在1時間とちょうど1時間ですか、53、4秒、24名様、90名様、そして、コメントが41件ということですね。そして今日のトピックスですね。幼児教育無償化、朝鮮学校をなぜ外すのかと、在日コリアン異例のデモ行進ということ、半行ですね。これが2日、11月の2日ですね。土曜日か。朝鮮学校の幼稚園を差別する政策を許すなと書いた横断幕を持ち、市内を行進するということで、東京都心を 2.3 キロ街頭行進、消費税引き上げ分で支援すると言いながら同じように税金を納めているのになぜ差別するのかと、赤ちゃんを抱いた母親も声を上げるということで、これ非常に珍しいですよね。在日コリアンの人たちが異例のデモを行進したということで、これハンギョレ新聞の記事ですね。今日のトピックス。マイナス6。K さん、自公ファシスト政権の本質はユダヤ教から来る一神教的な要素だと思いますと、明治維新を行った長州の伊藤博文などは皆さん英国留学組と、背後にいた英国の影響を強く受けてもいますと、天皇を一神教に利用したのが万世一系絶対不可侵の明治憲法だったと思いますと。そうでしょうね、一神教でしょうね。それまではいわゆる神道っていうのは万物に霊が宿ると、神が宿るという多神教なんですよね。それを一神教に無理やり、一神教にしたのが明治政府でしょうね。伊藤博文たち。でハンギョレですね。これから2つ目、首里城消失、国が防火設備撤去、安全管理の見通しの甘さ浮き彫りということは琉球新報。これ今年の2月までが国が管理してたんですよね。それで国が防火設備を撤去したというのが2013年ですから、安倍内閣の時に防火施設を勝手に撤去しちゃったんですね。だから安倍内閣なんですよこれで。スプリンクラーを内部に設置しなかったっていうのは国の不作為でしょ。だから安倍内閣ですよ。全ての元凶は安倍内閣だというふうに、これもそうでしょうね。から保育無償化から1ヶ月、母親無償じゃないということで、田中隆作さんが4日に行われた、日比谷公会堂で行われた11.4 大集会、すべての子どもたちに良い保育をと、これの取材なんですね。で保育料は無料となっても3歳から5歳児は給食食材費を実費で負担しなければならなくなった。これまで給食食材費は保育料の中に含まれていたと、無償と言ってたのに実際は無償ではないと。
埼玉県の保育士は呆れ顔で語ったと。彼女は自らの子供を保育園に通わせる母親でもあると。0から2歳児については住民税非課税世帯に限定されていると。だからもう騙しでしょうね、これはね、安倍の。これほど国民を騙してなんで 59% の支持があるのと。日経新聞、嘘言うなっていうことでしょ。ということで、田中隆作さん、精力的に取材してますね。から次に、自衛隊の中東派遣に反対と憲法学者125名が声明を発表と。たった125名の人なんですかね。憲法学者何人いるのか知らんけど、数千人いるんでしょ、日本には。その憲法で自衛隊の海外派遣なんていうのはもう憲法違反っていうのは明白なのに、たった125人しか反対の共同声明出さないっていうのはダメだよね。本当。他の数千人は何やってるんですかね。だから自分が生計を立ててる日本国憲法が危機に瀕していると、こういうことに対して声を上げない憲法学者って何なのと私は言いたいよね。125名なんていうのは全然少ないじゃないですか。1万人が声を上げるぐらいでしょ、本来だったら。ほぼ全員が。から次、米大統領カリフォルニア山火事への援助控えると警告、知事の批判を受けということで、トランプっていうのはとんでもないやつだね、これね。自分を批判したものに対して、カリフォルニア州知事が批判してるかって言って、山火事に対する援助を中央政府、連邦政府はしないという脅かしですよね。ここまでとんでもない人間だ。本当日本と同じですよね。安倍晋三がもう7年も首相してると。でトランプが3年か。とんでもないやつが最高権力を握っちゃってるっていう国の悲劇ですよね。そして今日の重要情報、首里城火災で産経が沖縄叩きフェイク、記事本文で自衛隊ヘリに適さない火災と認めながらタイトルとツイートで県が自衛隊を要請せずという。産経、デタラメ、デマ新聞、統一教会系、こんな新聞は早く潰れろって言うんだよね。誰が買うのか。切り取り。ということですね。はい。ということで、今日の放送これで終わりですね。今日月曜日、開始時間が大幅に遅れて、現在日本時間で夜の11時34分ですね。トランプと安倍そっくりですね。習近平もそっくり、あと習近平もと、それから異論もちょっと読めないですね。いや、みんな独裁者なんですよ。ということで、今日の放送これで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコイン、コメントが51件ですね。お疲れ様でした。ということで、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきましてありがとうございました。
ということで、今日の放送月曜日これで終わりです。お疲れ様でした。また明日ですね、できるだけ9時から9時半の間に開始しようと思いますので、よろしければまた合流してくださいということです。お疲れ様でした。終わります。